台東区浅草にあるレストラン大宮の大宮カツオでございます。本日は、うちのスペシャリティじゃないですけどハンバーグを作りたいと思います。簡単に作りますんでソースも含めてです。さあやりましょうか。ハンバーグといえばまず玉ねぎがいりますね。買ってみじん切りをやります。はい、これ一連のもう皆さんもやってると思うんですけども、大体こういう感じで玉ねぎの量は作る方の好みでいいので、玉ねぎいっぱい入ったのが好きだなって言えばいっぱい作ってもいいし、あんまりそういうレシピはこだわらないタイプなので、玉ねぎがこう粗め人の方がこう玉ねぎを感じていいっていう方もいらっしゃるし、だからそれはもう一切僕はあんまりこだわらないです。こだわらないのがこだわってるんですね。あとこれでちょっと電子レンジで手抜きじゃないですね。これは早く作るという、ソテーしてもいいですよね。飴色に玉ねぎをやってももちろんそれはそれでいいんですよ。生でも結構玉ねぎを感じて美味しいっていう人もいますけど、500ワットぐらいで2分ぐらい、電子レンジをやってる間にきのこソースの素をちょっと作るということで、今日はきのこの、ソース、きのこから結構味が出ますんでね、うちですとデミグラスソースがメインなんですけども、サクサクっと作るようなそういう感じでやります。はい、ちょっとつなぎつうか、ハンバーグのつなぎつうを作っていきますので、卵、はい、フォーク、はい、黄身を結構フォークで回すと結構きれいに混ざりますね。卵とあとパン粉を入れます。牛乳を少し入れます。はい、これですね。あとは氷があります。氷二重にして合いびき肉ですね。入れます。ソースで赤ワイン、あとコーンスターチ入れますね。コーンスターチ、あと赤ワイン、赤ワインと醤油、ソースですね。でこれひき肉ですね。ひき肉が300ですね。すごい温まるし、電子レンジでやっただけで結構すごく甘くなりますね。でこれを冷やします。で、はい、あとはじゃあこれを入れます。これ一緒にしちゃうといいんですよね。つなぎを別々に入れないで、そうするとね合わせやすいんですよ。はい、しっかり冷えました。はい、これを入れます。それであとこれ氷をひいて混ぜていきます。タンパク質っていうのは、30度ぐらいから火が入っていきますので、油も溶けてくると今度はつながんなくなりますよね。でつなぎも少ないので肉でつないでいくような感じでやります。なるべく手を使わないで混ぜていってください。軽く塩します。塩は多めに入れた方がいい感じ、香りや香辛料みたいな感じ。こう冷やすだけでね、もう全然肉のつながりが全然違ってきますからね。これ温めちゃうとこう焼いた時にボソボソってこううまくつながってないっていうか、そういうハンバーグがあると思うんですけども、肉と玉ねぎとその他の素材、ちょっとパン粉とか卵入る、あれをちょっとふわっとさした食べやすくしてあるんですね。こういうふうにやってこう糸を引くっておかしいんですけど、こういう感じで肉と肉とのこういう感じで離した時にこう糸がこ
糸じゃないんですけど、こう繊維がうまくつながってくれば OK ですね。氷入れるからしっかりと油がこう固まってると思うんですけども、これがうまく油と肉とうまくつないでいく、やっぱりジューシーなハンバーグを作る感じですよね。その油を赤い肉に溶け込ませる。で火を入った時にその油が溶け込んで肉汁のようにこう流れていくような、そういうイメージですね。だいぶ違うでしょ、さっきとまた。こう表面がこう糸を引いてるような、見えるかな。こういうような感じのよくつながってきてるんですね、これ。手では触らずに、いや本当に肉フライパンに火を入れるときにこう持つぐらいの感じで。はい、できました。これ空気抜きもしてますね、これね。空気抜きと成形を一緒にしてます。でも汚れないでしょ、ほら。練らなくていいんだから。これが大体洋食屋さんのワンパターンというか、ここで空気抜きしますですね。やり方はもう成形が終わりました。形も。そしたらこれでちょっと寝かしてあげるといいかもしれないですね。ちょっと冷蔵庫で締めますね、じゃあね。いや、その間にソース作っちゃいましょうかね。少し油を入れます。ニンニク少し入れます。キノコのソースですね。キノコとね、ニンニクがすごい合うんですよね。で焦がさないように香ばしくこう色がついてきたらもうキノコ入れます。ちょっとね、キノコを焦がしてあげてください。と香ばしいキノコの香りがソースに出ますので、よくきつね色っていうか、そういうきつねの毛皮の色ぐらいまでよく言うんですけど、それ以上クマみたくなっちゃうともう焦げちゃうんですけど、そうすると苦くなっちゃうんだよね。ここの際はそういうやっぱり何度も作ってないと難しかったりしますよね。焦げ目っていうのは下に方のフライパンのようにこうつきますんだから、つきますんで、こう伸ばしてちょっと置いといて。大体こう焦げ目がこうついてきたので香ばしくなってきて、そしたらこうさっきの合わせ調味料というか、赤ワイン、醤油、コーンスターチ、そのままこう入れて、少し煮詰めてあげますね。ちょっととろみがついてるでしょ、コーンスターチが入ったと思います。バターを火を止めてからバター、これバターモンテって言ってバターでつないであげますね。よくフランス料理でやる技法ですけど、モンテオブームです。こんな感じのソースが出来上がりました。ちょっと濃いようでしたらちょっとお水、水分を足して足すだけでいいので、とろみがまたこう伸びる感じ。はい、これで出来上がりですね。だいたいこう厚さを均等にしてあげるので、少しちょっと成形を包丁で筋を入れてあげますね。焼きにあげます。ここまでまだ直に手でやってないと思うんですけど、ここで焼きで初めて入ります。下味さっきつけてたんですけど、もうちょっと胡椒、最後に胡椒表面にまた胡椒やってます。胡椒の香り大好きです。軽く塩をします。最初に塩してあるんですけども、いきます。
俵型でハンバーグにするとやっぱりこうビーフオンリーとかね、それで真ん中で切ってやるね、ありますよね。まあだからいろんなやり方があるんですよ、ハンバーグには。家庭でやるときはもうこれ薄く伸ばした方がで、あとはもうちょっと置いといて火から離して薄いんで火が入るのが早いんですよね、味がこう集まるんですよね、焦げ目って。その香ばしさとかの香りとか、あとその肉を煮詰めたような感じ、イメージはあるんですけども、こう焦げ目ってすごく香ばしくてすごく味が濃くなるところなんですね。だから少ししっかり焦げ目はつけてあげないとダメです。あとはもう弱火っていうか、もうフライオーブンに入れなくていいんで薄く伸ばしてるんで、もうちょっとね、もうすぐ火が入るとだんだんこう肉汁が出てきてると思うんですよ。ちょうど筋を入れたところにまだこれピンク色の肉汁なんですけど、ほらいただきます。はい、でも肉汁がすっごい出てきますね。こだわりがないっていうこだわりをすごい感じさせる。うわちゃんと中までしっかり入ってるし、火が。噛めば噛むほど肉汁出てきますね。そうですよね。結構肉質つか肉しい感じになってると思うんですよね。そのあまりこうつなぎつうかパン粉とかああいうものを入れないず、やっぱり肉の旨味をこう最大限に引き出す作り方でやってますんでね。あとその焦げってやっぱりあんまりいいイメージなかったんですけど、こういうちゃんとこうしっかりつけることによって味がこう苦味じゃなくてそうです旨味になるんですね。焦げ目っていうのは味が集まるところですから。で、あれをこう煮ちゃうとやっぱり味がこうやっぱり出てこないというか、あそこで止めてる壁を作ることによって肉汁ももちろんその中に閉じ込めることによって上の方のその壁がまたうまいというか、だからローストビーフなんかそうなんですけども、サイドの好きな人がいるんですよ。やっぱりあそこのこの焦げ目がついてるところがやっぱり肉の美味しさがあったりするんですね。同じなんですよね。手でこねるっていうイメージがあったので、はいはい、逆にこうやって手をかけないでこうできるっていうのもすごい勉強になりました。そうですね。あと手でやることによってやっぱりその肉に火が入ってしまったり、人間の体温って36度5分、タンパク質は30度から火が入るってことですが、6度高いわけですよ。だから脂肪が溶けたり、肉質のタンパク質が壊れてこう分離するっていうか、ソーセージなんか絶対無理ですよね。だからそのイメージで僕このハンバーグ作ってるんですよね。